こんばんは。マインドスポーツオリンピアドグランプリ2022プエルトリコ決勝戦を解説します。予選5試合を終えた時点で勝ち点上位4人による決勝戦です。私は勝ち点24で予選1位、その他3人は勝ち点20で並んでいます。2位以上で金メダルです。頑張っていきます。今回は3番手です。前の順番の青のプレイヤーがタバコを取ったため、タバコを取らず、誰も持っていない砂糖を取ります。ここは小さい砂糖工場を取って、次に市長でいきなり砂糖生産体制を作るという手もあります。ただ、序盤に砂糖が生産できても、船長で妨害される可能性があり、活かせないことも多いです。そのため、長く重宝する小さい市場を買うことにしました。3番目の1手目は、市長が定石です。トウモロコシと小さい市場が稼働できて、ぴったりです。トウモロコシがあるので、トウモロコシを取ります。生産できるのが自分とオレンジのプレイヤーのみです。オレンジのプレイヤーに承認されてもそれほど痛くないので、監督しました。流れで小さい砂糖工場が買えました。効率的に陣形が整っていきます。こうなると入植者がたくさん欲しくなります。市長と迷いましたが、2ダブロンのボーナスの方が魅力的でした。船長で出荷ポイントを1人稼ぎます。入植者が1人来たので、砂糖を生産できるようにします。またまたトウモロコシがあるのでトウモロコシを取ります。一瞬コーヒーを取ろうかとも思いましたが、まずは効率的に生産力を上げます。オレンジのプレイヤーもトウモロコシが3つになりました。出荷勝負が激しくなりそうです。そしてオレンジのプレイヤーがコーヒーのセットを揃えました。出荷型としても、建築型としても、なかなかいい形になっています。採石場を持っていないので、ここで何か買うべきか悩みました。今の時点で、明確に何かのためにお金を貯めているわけではないことと、トウモロコシと砂糖で、きれいに収まりすぎているので、
生産の幅を広げるために農地を買いました。砂糖はもう一つ持っているので、インディゴを取ります。ここで市長は、オレンジのプレイヤーがコーヒーを生産できるようになったり、青のプレイヤーが採石場を2つ稼働させたり、自分以外のプレイヤーの方がメリットが大きいです。監督であれば、ボーナス1ダブロンが乗っていて、かつ、自分だけ砂糖を生産できたりと、自分が一番得します。そのため、監督を選びました。先ほどと同じ状況です。ここで市長は他のプレイヤーのメリットの方が大きいです。プランテーションがいまいちなラインナップなので、開拓者を選んで採石場を取ることにしました。市長に乗ったボーナス1ダブロンは取れませんが、次、オレンジのプレイヤーがおそらく市長を選ぶため、同等以上の効果が見込めます。そして採石場を稼働させます。小さいインディゴ染料工場を買って、インディゴセットも揃えます。どのプレイヤーも全然人が足りていません。次、おそらくオレンジのプレイヤーは監督を選びます。そうなると、緑のプレイヤーに商人で砂糖を売られてしまいます。そうならないように、ここで商人を選びました。自分だけ高額商品の生産体制で遅れをとっています。いつの間にか厳しくなっていました。またしてもプランテーションにトウモロコシがないため、開拓者を選んで採石場を取ります。
2つ目の採石場が稼働しました。これで5ダブロンの建物が買えるようになりました。高額商品は生産できませんが、砂糖でついていくため、大きい市場を買いました。オレンジのプレイヤーの造船所が稼働するのが気になりますが、自分も生産力を高めていかないとついていけないため、市長を選びます。トウモロコシが余っていたので、トウモロコシを取りました。またゼロダブロンで何も買えません。痛い。次オレンジのプレイヤーはおそらく監督を選びます。そうなると、青のプレイヤーに2ダブロンのボーナスの乗った商人が回ります。さすがにそれは痛すぎるので、しぶしぶ商人を選びました。オレンジのプレイヤーが頭一つ抜けてきました。ここからどう巻き返していくか、腕の見せ所です。砂糖を売って食らいついていきます。オレンジのプレイヤーに対抗するため、こちらも造船所でひたすらトウモロコシを売っていくことにしました。
さあ、市長で最終決戦体制を構築します。2ダブロンのボーナスも乗っていてちょうど良いです。造船所稼働、トウモロコシ4つマックスの体制です。オレンジのプレイヤーと出荷対決の始まりです。大きい市場と小さい市場があるので、砂糖でもそれなりに高く売れます。採石場が2つ稼働している分、オレンジのプレイヤーより10点の建物は買いやすそうです。造船所がありますが、なるべく出荷の邪魔をするため、トウモロコシをボタルの船に出荷します。そして造船所で多く持っているインディゴの方を出荷します。トウモロコシを売って10ダブロンになりました。青のプレイヤー以外は10ダブロンの建物を買えます。今のところ、市役所が5点確実で最も勝利点が多いので、市役所を選びました。あと一つ、10ダブロンの建物が買えるかどうかが勝敗を分けそうです。2ダブロンのボーナスを取りつつ、3つ目の採石場を取るのがとても魅力的でした。10ダブロンの建物をもう一つ買うことを見据えていました。ただ、この後の展開から、出荷型として監督した方が良かったと気づきました。緑のプレイヤーの市長がぴったりの良い手です。ボーナスで1ダブロン稼ぎつつ、建設小屋で手に入れた採石場を稼働させ、次に建築家が選ばれた時に10ダブロンの建物が買えるようになりました。
青のプレイヤーとしても、さっさと10ダブロンの建物を手に入れたいので、ここで建築家を選ぶのは自然です。流れの中で、うまく10ダブロンの建物を買うことを阻止されました。もうあまりお金に価値がなくなったため、少しでも勝利ポイントを稼ぐため、大学を購入しました。と、悲観していたら、まさかの佐藤生成所購入でした。まあ確かに、緑のプレイヤーとしては、出荷点はあまりなさそうなので、ギルドホールのボーナス点を効率よく固めていくということだと思います。もう、出荷で押していくしかありません。監督していきます。順番的に、直後のオレンジのプレイヤーも出荷型で、すぐに船長されるのが痛いところです。もう行くしかないです。また監督です。また直後に出荷されます。買えるもので、勝利点が2点になるものはインディゴ工場しかありません。3連続監督。またまた出荷。
入植者がいなくなり、これで終了です。1点及ばず、出荷合戦に負けました。それでも2位に入ったため、優勝しました。金メダルです。振り返ると、まだまだ細かいところで改善できるところはたくさんありました。2023年も優勝できるように、これからも精進していきます。また、この動画を見て、少しでもプエルトリコをプレイする人が増えると嬉しいです。日本時間だと徹夜になりますが、ぜひ日本のプレイヤーと一緒に、2023年は戦いたいです。興味があれば、ぜひメッセージください。ここまでご視聴ありがとうございました。